我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は水墨画や浮世絵といった和風なイラストを描く際にクリップスタジオペイントではどのようなツールを使えばよいのか、そしてどのように描けばよいのかというのをブラシの紹介とともに実際にどんな風に描くのかというのをやっていこうと思うのであるぞ。後ろにも流れておるが、これはテスト的に描いたイラストで、いわゆる水墨画風のイラストを描くというのを実践しているところである。こうやって見てみると、とても独特な技術やスキルが必要と思うかもしれないが、実は普段のイラストを描くよりも簡単かつ大胆にイラストを描くことができると、この動画を見終わった後には理解できると思うので、ぜひぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。ディープブリザード。では実際に今回の講座で使うクリップスタジオアセッツでダウンロードして使うブラシを紹介しようと思うのであるぞ。まずは風筆と呼ばれる筆のタッチを再現することができるブラシである。このようにかすれた感じの筆のタッチを再現することができる。今回の講座の中では主に線画を引くときにこれを使おうと思っておるのであるぞ。同じ作者様が出されている次は月筆と呼ばれているものである。こちらは風筆と比べても一目瞭然、水分をたっぷり含んだ筆の文字を書くことができる。これは主に今回は色を塗るためのブラシとして使おうと思っておるのであるぞ。また今回は既存のツールも使っていこうと思うのであるぞ。サブツール色混ぜの中に入っている水彩なじませ、そして繊維にじみという2つのブラシを使っていこうと思うのである。水彩なじませは柔らかくぼけた印象の水彩のぼかしを作ることができる。細かなパーツやあまり毛羽立っていないぼかしを作りたい時などに水彩なじませというツールを使おうと思っておるのであるぞ。繊維にじみはこの通り、まさに水彩画の用紙に色が染み込むような表現をすることができる。ややコントロールするのは難しい印象があるが、今回の講座ではこのやや暴れん坊な性質を使うことでより大胆で、そしてより自然な水墨画や浮世絵の塗りの表現をすることができるので、こちらも使っていこうと思うのであるぞ。今回はこの4つのブラシと、そして1つ最後に仕上げで使うツールを紹介しようと思っておるので、計5つのツールで絵を描いていこうと思う。どのようなブラシやツールを使うのか、そしてそれをダウンロードする場所はどこかについては動画の概要欄に記載しているので、ぜひそちらをチェックしてほしいのであるぞ。ディープブリザード。今回我が描くイラストのラフを用意した。こちらも概要欄のリンクから無料でダウンロードできるように設定しておるので、よければぜひこちらを使って同じように挑戦してみてほしいのであるぞ。ラフの線画と背景のパターンを塗るためのラフの計2つのレイヤーが入っているのがわかるであろうか。まずはキャラクターを塗るので、ラフと書かれているレイヤーだけを表示していると描きやすいであろう。では新規の今回はラスターレイヤーを使って線画を描いていく。そして風筆を選択してブラシのサイズはだいたい 4mm、40ピクセルで描いていく。まずは顔の部分を細いペンでゆっくりと描いていこう。この風筆、一見すると非常に使いづらい筆圧の性質を持っているが、ゆっくり線を引けばおおよそ均一な筆のタッチを描くことができるので、ゆっくりと線を引き、顔のパーツを塗っていこう。多少ガタガタしたりかくついても気にしなくてよいであろう。こんな感じで筆だまりがまつげの先にできているが、こういう時はもう大胆に消しゴムツールで削っても、もともとラフなタッチで描いているので、思った以上に気づかずというか自然な仕上がりにできるので、はみ出したり思い通りの線にならないからといって何回も描き直すのではなく、こうやって消しゴムツールなどを使って線を整えるなどするというのもデジタルだからこそできる筆の描き方だと思うのであるぞ。そ
そして顔周り以外の着物などのパーツは、これは浮世絵の技法で我も知ったのだが、おおよそ倍の太さの筆、今回は 8mm、80ピクセルのブラシを使ってこのように大胆にペン入れをしていく。漢字の止めや払いのように一つのこの線の流れを一筆で書けるとよりそれらしく見えるのであるぞ。こういうところこう何回も重ねて塗ったり書いたりするとガタついたり美しくない線に見えてしまう。なのでこんな風に漢字の書き取りのように一気に引きながら書くというのを画面を拡大縮小を繰り返しながらやっていくと良いであろう。こちらが線画のペン入れが終わった状態である。この通り筆の墨だまりやかすれをうまく利用してまさにリアルな筆で描いているかのような表現をブラシで簡単に表現できているのがわかるであろうか。次の過程ではこれに色を塗っていこうと思うのであるぞ。ディープブリザードでは次に色を塗る工程を解説していこうと思うのであるぞ。先ほど描いた線画の下に新規のラスターレイヤーを用意して最初にまず肌のベースになる色を置いていこう。普段のデジタルイラストとはまた少し違う塗り方をする必要があるのでここでその塗り方を覚えておくというであろう。突き筆を使って影の部分に大まかに影の色を置いていく。この時線画からはみ出したり他のパーツに色がはみ出しても気にせずざっくりと色を置くのが良いである。この通り色が置けたらサブツール色混ぜの水彩なじませを使って色がこの和紙の画面に水を使ってボケていくかのようなニュアンスになるようにかなり全体的にぼやかした雰囲気を印象になるように色を広げていこう。こうすることで自然と日本画のような柔らかいぼかしを使ったイラストにすることができるのであるぞ。このように色が置けたらこのまま髪の毛なども同じように塗っていっても良いのだが髪の毛を同じレイヤーで突き筆で塗ろうとすると顔の部分にはみ出してしまったりこの通りぼかした色味が影響されて色が伸びてしまう。そしてこのままぼかそうとすると肌で塗った色なども影響してしまい綺麗にぼかすことができなくなってしまう。なので新規レイヤーを作成しレイヤーの合成モードを上山にする。そして突き筆で大まかに髪の毛のハイライトを残すように色を置いていってみよう。どこにハイライトを残していいのかがわからない難しいというものは別のレイヤーなどでガイド線を作って髪の毛のハイライトの位置などを決めておくと良いである。今回は色味に深みを出したいので少し明るい別の色を最初の大まかに塗っている段階で混ぜておく。こうすると非常に綺麗で鮮やかなイラストに見せることもできるのであるぞ。では髪の毛の色が混ざったところで今回は色混ぜツールの繊維にじみを使ってこの余白の白の部分にうまく色が馴染むようにぼかしていこう。特にこの色が混ざっている部分などはこの繊維にじみを使って馴染ませると非常に自然に色を馴染ませることができるので試してみてほしいのであるぞ。あとこの時も基本的には色がはみ出してしまっているところなども気にしなくて良いであるし、ただどうしても気になるはみ出しがここにははみ出してほしくないなどの場所があれば消しゴムツールを使って消してしまうのも良いであろう。ただこのような色塗りの場合しっかりと色が区切られすぎてしまうと逆にデジタルっぽさが強調されてしまいリアルな水墨画風に見えなくなってしまうのである程度は塗りやはみ出しも気にせず塗った方が結果自然なイラストに見えるのであるぞ。ではこんな感じでパーツごとにレイヤーを分けながらまずは全体に色を置いていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード
これで筆を使った塗りの完成である。この状態でも非常に綺麗な仕上がりになってはいるが、よりアナログの紙に描いたような質感にするための仕上げを行っていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。こちらの無料でダウンロードができる水彩マーカー丸、三角、四角とテクスチャーセットという素材集の中に入っているレイヤーセット水彩テクスチャーというものがある。こちらを画面にドラッグするか、素材パレットの下にある選択中の素材をキャンバスに貼り付けますというアイコンをクリックすれば、この通り複数のレイヤーが入っているセットを画面に貼り付けることができた。そしてこのレイヤーセットが加わったことで紙の質感が追加され、そしてやや色味も紙に直接描いたかのようなちょっと黄色みが追加された質感になったのが分かったであろうか。ただこれだとちょっと、全体に色が濃くなりすぎてしまうので、このレイヤーセットの不透明度、30% から 40% 弱、今回は 35% に追加した。これでもこのように紙のような質感が追加され、アナログの紙の繊維の質感をより追加することができた。これで完成である。ディープブリザード、いかがだったかの？このように水墨画や浮世絵のような和風のイラストを描くことができたのが分かったであろうか。このようなタッチを使えば和風な年賀状など季節の挨拶に使うイラストにもとてもよく見栄えのするイラストを使うことができるであろう。今回はカラーで色を塗ったが、モノクロで色を塗ればまさに水墨画のようなぼかしとにじみをより細かく表現することのできるイラストとして描くこともできるのであるぞ。ぜひこのタッチを活かしながら、いつもとは違うイラストの描き方に挑戦してみてはいかがかの？ではではなのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。